デビューから42年を迎えた日本のヘビーメタルバンドラウドネスは競争原理の激しい音楽シーンの流行り廃りの中で40年以上世界のヘビーメタルアーティストと肩を並べ活躍を続けています。その存在は x ジャパン、ラルク・アンシェル、ビーズ、黒夢、浜田真理など日本を代表するロックバンドにも影響を与えました。それだけではありません。米ビルボード誌のチャートにランクインした日本人は坂本九やイエローマジックオーケストラをはじめ、最近ではベビーメタルなど限られたアーティストのみなのです。そんな中でラウドネスがその偉業を果たしたことはあまり知られていません。1985年にサンダー・イン・ジー・イーストが同チャートで74位を記録し、連続19週間にわたりチャートインしたにもかかわらずです。また米国を代表するハードロックバンドモトリー・クルーの前座として日本人アーティストで初めてマディソン・スクエア・ガーデンのステージに立つ快挙も成し遂げています。アルバム「ライトニング・ストライクス」もビルボードで64位を記録しました。40周年の集大成となる通算29枚目のダブルアルバム「サンバースト・がむしゃら」はオリコンアルバムデイリーチャート1位を記録しています。40年以上もトップを爆心し、これだけすごいのになかなか伝わりにくいジャンルということもあって、あまりご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はラウドネスについて、なぜ彼らがはるか昔にアメリカに挑戦し日本人の音を世界中に響かせたのか、その本質に迫っていきます。先頃国内外のハードロックヘビーメタルシーンで何十周年というフレーズをよく耳にします。38年前の1985年といえばアメリカ・ロスアンゼルスから火がついたヘビーメタルブームが全世界に波及したまさにヘビーメタル黄金時代の真っ只中でした。この年にリリースされたアルバムの一つが日本を代表するヘビーメタルバンドラウドネスの通算5作目にして全米デビューアルバムサンダー・イン・ジ・イーストです。彼らがいなければその後のジャパニーズヘビーメタルシーン、もっと言えばビジュアル系もラウドロックも存在しなかったのではないか、そこまで断言できます。1981年にデビューしたラウドネスは結成当初から海外進出を念頭に置いたバンドでした。初期の作品から外国人エンジニアを起用するなどして本物のサウンドを追求してきました。高クオリティの卓越したテクニック、そしてメンバーのスター性、こうした要素が揃った彼らは国内ハードロックヘビーメタルバンドたちの中では明らかに別格の存在でした。特にギタリストでありメインソングライターでもある高崎明さんの才能とカリスマ性はバンドの人気を力強く牽引しました。日本にすごいやつらがいるらしい。バンドの評判は海を渡り遠くアメリカやヨーロッパの目ざといメタルファンの元にまで届いていました。バンドは1983年7月初渡米しライブを行います。現地のリリースが全くなかったにもかかわらずオーディエンスの反応は凄まじく追加公演が出るほどだったといいます。この時のパフォーマンスと熱狂的な反応が米アトランティック A&R の目に留まり傘下のアトコレーベルと契約。およそ18ヶ月後プロデューサーにマックス・ノーマンを迎えたフィフスアルバムサンダー・イン・ジ・イーストが全米のレコードショップの店頭に並んだのです。ラウドネスの現マネジメント会社であり刀ミュージック社長の隅田和夫さんはラウドネスとの出会いをラウドネスのメンバーに会ったのは80年代アンセムが米ロサンゼルスで公演した時です。ちょうどラウドネスもアルバム制作でロサンゼルスにいて偶然同じホテルに宿泊していました。高崎明さんの部屋に行く機会があり彼のプレイを目前にするのですが、これまで見たり弾いたりしてきたギターではなくもう別格という感じでしたと語ります。その高崎明さんは当時のことについて83年にサンフランシスコとロサンゼルスでゲリラライブをやったらなぜか会場が満員になった。観客の中にはガンズ&ローゼズのスラッシュやイングベイ・マルムスティーンら名だたるギタリストたちがいたらしい。後から知ったんだけど僕らのデビュー当時の楽曲が現地のラジオでかかって話題になっていたそうです。高崎さんはグラミー賞を8度受賞した世界的人気バンドメタリカから加入を打診されたこともあるといいます。カセットテープと手紙をもらいました。でも当時のメタリカはまだアンダーグラウンドなバンドで全然知らなかったし、僕は日本人のバンドとして世界と戦いたかったので
丁重に断りました。なんとももったいない話であると感じるのは管理人だけでしょうか。純国産のヘビーメタルバンドがアメリカの名門大手アトランティックとの契約を勝ち取ったというニュースが当時の国内音楽シーンに与えた衝撃は計り知れませんでした。しかしインターネットがなかった時代のことです。このことが実際の質感を持って日本に伝わらなかったことが大変残念ではあります。ただ契約しただけにとどまりません。サンダー・イン・ジー・イーストはビルボードの総合アルバムチャート最高位74位を記録し、100位圏内に19週とどまったのです。この記録はラウドネス自身の翌年発表のアルバムライトニング・ストライクスの64位によって更新されますが、それ以降日本のロックバンドでこの記録を突破したものは未だに一組も出てきていないのです。アメリカへ進出するにあたり、バンドはそれまでのヨーロッパ寄りの湿り気のあるサウンドから米西海岸的なカラッとしたサウンドへシフトします。この戦略が功を奏し、クレイジーナイツが全米のラジオでスマッシュヒットとなり、バンドの存在を現地のロックシーンに強く印象づけたのです。しかしメンバーは必ずしもレーベルが望むアメリカナイズを大手を振って受け入れたわけではありません。アルバムの中にある「Run for Your Life」のような変拍子フレーズを軸としたプログレ色を感じさせる曲やドラマティックな展開の「ヘビーチェインズ」はファーストアルバム誕生前夜やセカンドアルバム「旋律の奇跡」といった初期作品を連想させます。しかしそのせいでプロデューサーのマックス・ノーマンとはかなりの確執があったとされています。ボーカルの新原稔さんは英語の発音を徹底的に鍛え直され、高崎さんはマックスと喧嘩が絶えず尖った鼻を折られたと言います。レコーディングは大変なことになったようです。あの歴史的名曲「クレイジーナイツ」は高崎さんとしては最初は気に入らなかったと言います。しかしマックス・ノーマンは1曲目はこの曲しかないと強引にことを進めたのです。結果は見事で皆さんご承知の通りです。さすが一流プロデューサーはすごいということになるでしょう。しかしバンド側はバンド側で意図的に楽曲に過去の要素を組み込んでいるのは明らかで、これまで蓄積してきたものを武器にアメリカに勝負をかけたいという意気込みが感じられます。その心意気は旭日旗をモチーフにしたジャケットのデザインにも表れています。日の丸を背負ってアメリカへと乗り込むのだと東方の雷鳴というタイトルもしかり、アメリカが現在よりもはるかに遠かった時代でした。そんな最強バンドに最大の危機が訪れたのは2008年のことでした。バンド結成前から寝食を共にしたドラマーの樋口宗隆さん、享年49が肝細胞がんで他界したのです。バンドにとって高崎さんにとって大きな痛手となったのです。高崎さんは僕よりも2歳年上の兄貴的な存在でした。音楽的にはいい意味でライバルでもあった。互いに切磋琢磨することでバンドは成長することができた。樋口さんは80年代にも肝臓を痛めていた。当時からお酒を控えていればこういう結果にならなかったかもしれない。でも彼はロックな生き方を貫いたんです。 x ジャパンのベーシストだった澤田泰治さん、享年45がバンドに参加していた時期もあります。でも彼も2011年サイパンで非業の死を遂げています。澤田さんは高崎さんにとっては弟のような存在でした。泰治と初めて会ったのは X のファーストアルバムブルーブラッドのレコーディング中でした。スタジオに遊びに行ったら意気投合して六本木のディスコレキシントンクイーンや僕の家でよく遊びましたね。泰治とは亡くなる直前にも会いました。スタジオでレコーディングしていたらふらっと現れて、泰治は柄にもなくスーツを着ててね、変だなぁと思いつつ、日本に戻ってきたらまた飲みにでも行こうやみたいな話をして別れたんですが、結局戻ってこなかった。あいつもロックでしたよ。仲間の死、そして6度のメンバーチェンジを乗り越え40年にわたって第一線を走り続けてきたラウドネス。歩みを止めたことは一度もありません。次から次へと新しいバンドを作るミュージシャンもいるけど、自分は一つのバンドにこだわりたかった。ある意味不器用なのかもしれない。でもそれが自分の生き方なんですと高崎さんは語ります。しかしこれだけ長期間にわたり一つのバンドを続けることはすごく大変なことです。活動を続けていく中でもうダメなんじゃないかと考えたことはなかったのでしょうか。この疑問に対して高崎さんはあるインタビューで、ないね。80年代に誕生して今でも活動しているバンドはいくつかいると思うけど、
ラウドネスは今まで一度も解散宣言をしたことがないし、どの時代でも、それこそあまり人目につかなかった時代でも、ずっと作品をコンスタントに出し続けてきた。さすがに、ヒグッさんが亡くなった時はいろいろ考えましたけど、それ以外はやり続けよう、と思ってましたよ。というのはね、最初に掲げた海外での成功という目標がまだ達成できてないと思うし、80年代の活動でも、自分たちとしては、不完全燃焼な部分があったので、もっといけるはずや、っていうのが自分たちの中にあったから、今もやっぱりやり続けているわけやし、ソロアルバムをコンスタントに出していた時代もありましたけど、今はもう 100% をラウドネスにつぎ込んでいる感じですね。と答えています。あれだけの成功を収めてもまだ足りない。ラウドネスの野望は計り知れません。本年6月にラウドネス40プラスワールドツアー2023サンバースとガムシャラを終了させたラウドネス。次はどのような形で我々を魅了してくれるのか、とても楽しみです。これでこのお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。